はい、今日は実はこの特別定額給付金とか、あるいは昨日の動画でもあったようにベーシックインカムとか、そういう給付金について、いろいろちょっと細かく解説しながらお話したいと思ってますと。っていうのも、ちょっと今日私がこちらを見てますのは、ゲストの人がいて、ゲストの方とちょっといろいろお話しながら、解説したいなと思ってます。で、ゲストの方をお呼びした理由としては、ちょっとこの給付金とか、あるいはこういった何党が何を考えてる、どういう政策にしてるとか、そういうことについてちょっとあんまり興味がないっていうのはちょっと言い過ぎですかね。細かくそうですね。はい、その方をちょっとお呼びして、その方にも分かりやすいようにご説明したら、ちょっとは理解していただけるんじゃないかなと思って、でそう思ってる方も結構多いと思うんですよね。なんで今日はもうざっくばらんにいろいろと細かくというかゆっくりと説明しながらお話したいなというふうに思ってます。なんで、できるだけ皆さんに分かりやすいようになればいいなっていうふうに思ってます。6月実施化、岸田首相の狙いということで、特別定額給付金の2回目いつということについてお話したいと思います。で、特別定額給付金の2回目っていうのはまだあるかないかっていうのは分かってないですし、昨日の動画でもあったようにベーシックインカムとかそういった給付金っていうのはまだあるかないかっていうのは分かってないんですけども、給付される可能性のあるシナリオについて、動画で解説してますので、それについてちょっとお話しながら進めたいと思います。で、この動画をご覧になっていただいている方は、給付金の情報について知りたいと思っていらっしゃる方が結構多いと思うんで、新しい動画出たら、動画とか情報が出たらですね、また動画でお話しさせていただいてますので、新しい情報を知りたいという方はぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。新しい情報が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになります。早速いきたいと思いますというところなんですけど、チャンネル登録してますか？してますね。ありがとうございます。お願いします。で、まずこの特別定額給付金って覚えてます？なんかコロナ禍の時ですよね。コロナ禍の時です。はい。それは覚えてますよね。それは覚えてます。はい。別に本音でいきたいんですけど別にこの動画のために作っていただかなくて覚えてます。ありがとうございます。なんとか覚えてます。なんで、コロナ禍にあった全国民に10万円給付するっていう、そういう給付金でした。で、これはもう子供でも赤ちゃんでも本当に所得制限もなくて、全国民に対して10万円給付しますという安倍政権、安倍首相の時にあった給付金ですというところですね。で、本当に10万円給付なんで、ご家族、その時ご結婚されてお子さん2人、そうですね。ってことは40万結構入って給付されたっていう、結構大きいはい。給付金ですよね。で、これ今も欲しいじゃないですか。欲しいです。欲しいですよね。欲しいです。で、なんでかっていうと、物価が上がったりとか、そうですね。なんかスーパーでめっちゃ高いじゃないですか。で、欲しいんですけど、岸田首相は、こういうコロナ禍のような、国難の事態じゃないとやらないって言ってるんですよ。はいやいや、やってほしいじゃないですか。い。やってほしいです。なんで、国民としてはコロナ禍ぐらい苦しいんで、2回目やってくれっていう声を上げてるっていう、そういうことなんですよ。はい。ここまで OK ですよね。大丈夫です。ありがとうございます。で、ちなみに動画通して見ていただいたことがあんまりないですよね。はい。よかったです。説明してることも結構あるんで、はい。知らない方がはい。ありがたいです。ありがとうございます。で、ちなみに特別定額給付金の1回目って実はこの10万円、1人10万円給付じゃなくて、1世帯30万円っていうことで1回閣議決定までしてたんですよ。はい。本当は40万じゃなくて30万給付のはずだったんですよ。で、しかもなんか制度が複雑だったんですよね。旦那さん、世帯主じゃないですか。はい。世帯主の方の給料が減ってる場合とか、同じ世帯年収が一緒でも、例えば奥様と、ご主人と合わせた、収入っていうのが変わらなくても給付される場合とか、はい、あるいは給付されない場合とか、もう制度が複雑だったんですよ。はい。なんていうんですかね、その世帯主の収入で判断するっていう風なそういう制度だったんですよ。ちょっと複雑ですよね。で、あるいは一人暮らしでも世帯主だったら30万とか、ちょっとなんか不公平感とかもあったり複雑さもあって、それやめましょうよっていう声があって10万円になったんですけど、
そこには、世論調査があったりとかして我々国民がいやいやいや10万給付やりましょうよってめっちゃ言ったりとかで、あるいは公明党、公明党が言ったっていうのも公明党がなんか世論調査を見て、この10万円給付やりましょうよってことで自民党に突き上げしたんです。突き上げっていうかもうそれやりましょうよって、一緒に与党組んでるんで、って言ったと。あるいは自民党の若手の議連とか、あるいは国民民主党とか、野党でしたけど、そういうところもみんなとにかく10万給付やりましょうよって考えてたと。なので、当時、財務大臣だった麻生さんとかが10万やんのっていう顔だったということなんですが、なんとか安倍さんは押し切って10万給付でやってくれたと、そういう経緯がありますと。なんですけど今は10万円給付やりましょうって言ってる政党は野党に限られるんですよ。岸田首相はさっき言ったように、国難じゃないとやらない、コロナみたいな時じゃないとやらないって言ってるんですけど、実は野党だけ給付金を10万円の給付金を政策にしてるんですよね。それは国民民主党とかあるいはれいわ新選組なんですけど、れいわ新選組に至っては春夏秋冬もう四半期に1回ずつ10万円だから年間40万ですよ。でご家族で合わせて4人じゃないですか。ってことは160万本当にそんなことできるんですかって言ってるんですよ。しかもその財源ありますというふうに言ってますと。なんでどこにっていうのはいろいろあるんですけど、例えばなんかいろいろ聞いていくとれいわ新選組山本党首じゃないですか。山本党首のお考えとしては、お金がない時、景気が回ってない時はその財源っていうかそれで少し借金がちょっとかさめのことがあったとしても給付すべきなんだっていうようなお考えもちょっと根底にはあるようです。なんで財源がもう1円残らずどっか持ってくるっていうものでもないっていうのはあるようなんですけども、話を聞いてるとですね。ただいずれにしてもとにかく今は給付する時だっていうふうに言ってるんですけど、この2党ともとにかく野党にとどまるってことがあるので、なかなか給付には向かっていきにくいと。だって野党なんで。そうですね。それを逆転して給付するようなシナリオがあると思ってますので、なるほど。それについてお話しますと興味深いですね。ありがとうございます。で、ちなみに国民の声としては、さっきも言ったようにコロナ禍よりもやっぱり苦しいっていうのがあるわけですね。それは物価が上がって給料上がってないっていうところがあるからです。で、なんかよくベア 5% とかって新聞とかでも給料上がってますよってあるじゃないですか。で、あれはあくまで大手の企業、例えば自動車のメーカーとかで海外にいっぱい出してる、そういう企業に限られるんで、大半は上がってませんと。上がってません。上がってないですよね。上がってないです。ありがとうございます。で、さらに中小企業、我々一般的な国民の大半が勤める中小企業っていうのは、ほとんど上がってないというのがありますと。なので物価上がってるのに給料上がってないから、いやいやコロナ禍で苦しいですよっていうのはあるんですけど、岸田首相はさっき言ったように10万円やりませんと。コロナ禍みたいな苦しい時じゃないとやらないって言ってるんで、我々一般的な国民とちょっとギャップがあるっていう、そういうことなんですよね。だってコロナ禍ってなんていうんですかね、外食とかあるいは旅行に関するお仕事ということだったりとか、あるいは交通に関するお仕事はこれは外出制限あったりとかしましたんで、なんか3密とか言われて、できるだけ一緒に人がなんていうんでしょう、同じところに行かないような施策が取られてたんで、非常に苦しかったと思うんですけど、それ以外の一般的な大半のお仕事されている方っていうのは、コロナ禍よりももしかしたら今の方が苦しいじゃないですか。そうですね。そうですよね。いろいろ出かけなかったですからね。そうなんですよ。なんで、経済的な面でいうと今のが苦しいのに、岸田首相やらないって言ってるんで、なんでめっちゃ低い支持率になってると。なるほど。で、いろんな施策の失敗とか、これからお話しする裏金の問題とかあるんですけど、結局生活が苦しかったらその矛先って与党に向きますよね。それもあってめっちゃ低い支持率になってるというところです。ここまで OK ですかね。ありがとうございます。で、ただ岸田首相は我々の声を無視できないというのがありますと。なんでっていうところなんですけど、岸田首相は首相で居続けるためには解散が必要なんですよ。で、なんで解散が必要かっていうと、9月に自民党総裁選があるんで、
そこまでに解散できないと、そこで変えられちゃうはずなんですよ。なんでかっていうと、その1年後には衆議院の任期、来年の10月衆議院の任期なんで、そこまでにそこになんて言うんでしょう、来年の10月のまでに絶対解散もあるじゃないですか。でそこまでに岸田さんが党首だったら、首相だったら自民党の顔として党首で居続けたら、なんか票少なくなると思いますね。自民党の議員だとしたら、そうですね。他の党首に変えたいじゃないですか。変えたいです。例えば石破さんとか、はい、河野大臣とか、分かんないですよ、好き嫌いあると思いますけど、なんかそういうもう岸田さんを変えたいと思いますよね。はい、なんで岸田さんとしてはその9月の自民党総裁選の前までに解散をして、で議席多分めっちゃ減るじゃないですか。はい、めっちゃ減るんですけど、なんとか過半数確保して、でいやいや国民の信を得ましたよと、はい、っていうことで自民党総裁で再選させてもらうと。だ選挙終わってればもう変な話誰でもいいってことはないけど、はい、半分取ったんで分かってる、じゃあはい岸田さんねってしてもらえそうじゃないですか。そこを狙ってるんですよと。なるほど。なんで支持率ちょっと上げなきゃいけないんですよ。はい、国民の言うこと無視してたら支持率上がんないで変えられちゃう。で変えられちゃうっていうか、しかも解散してもなんていうんですかね、過半数確保できないんで、なんで支持率アップを狙ってるんで国民の言うことを無視できないと。でじゃあいつのタイミングかってことなんですけど、この6月だっていうふうに言われてるんですよ。でそれが6月実施かっていうふうな理由です。はい、で最近もう解散しないんじゃないかって言われてるんですけども、もうこんなに支持率低い。あるいはなんか、先週末もなんか東京の、区長選挙どうか負けましたよね。港区でしたっけ、なんか負けたと思うんで、いやもういよいよずっと負け続けてるんで解散させねえぞと、自民党の議員が岸田さんの首根っこを捕まえてもう解散させないんだというふうに言われてますけど、岸田さんとしてはもう解散しないことには首相でいられないんで、絶対どっかで狙ってるはずなんですよ。でちょっと後ほどお話しますけど、政治資金規正法の改正って、この国会でやるっていうふうに言ってるんですけど、政治資金規正法ってちょっと分かります？なんかこの前あれですか、はい、いろいろ問題があって、裏金問題、そうですね、はい、資金集め、そうですね、それ絡みってことですか、おっしゃる通りです。要は政治資金、いわゆる議員がいろんな裏金作ったり、不明瞭な人のその経理の処理の仕方があった場合に議員がちゃんと罰せられるようにしようっていうのが抜け穴がいっぱいあるんで、それが罰せられるようにしようっていうのが政治資金規正法なんですけど、それを今までのものから変えますと、改正をしてきちんとちゃんと罰せられるように、裏金とか使途不明のお金が出ないようにしようっていうのが今回の国会でやるっていうふうに言ってるんですけど、その内容が自民党の中でちょっと割れたんですね。どういう内容にするかっていうので、例えば麻生さんとか、いった大きい派閥って、今派閥って言わないですかね、ただ結局残ってはいるんで、そのグループが言ってたことにちょっと沿わないような形で公明党となんて言うんでしょう、協議したりとかしてたんで、ちょっとその派閥にも岸田さんは嫌われてしまうことになったわけですね。ね、つまりこのまま本当に自民党総裁選に行ったんではやっぱり変えられちゃうんで、岸田さんはどうしてもこの自民党の中に対しても、あるいはその野党とかに対しても解散っていう切り札は絶対持ってたいんですね。もうそれを絶対使いたい。そうしないとこの首相でいられなくなっちゃうんで、結構新聞とかテレビとか、いろんなネットニュースとかでは解散しないんじゃないかって言われてますけど、僕は絶対解散すると思ってます。解散しちゃえばいいじゃないですかって思うんですけど、解散しちゃえばいい。簡単にいかない。なかなかそう簡単には。いや、こんな大敗するのが決まってて、支持率めっちゃ低かったりとか、これも後で話しますけど、めっちゃ大敗するっていう予想が立てられてるんですよ。解散したら。選挙したら、はい。なのに解散しますと、いやいやふざけんなってなるじゃないですか。岸田ふざけんなってみんな言うはずなんですよ。でも岸田さんははっきり言ってそんな別に人のことっていうか自民党のこととかもしかしたらあんま考えてないかもしれないんで、だって自分が首相でいたいんで、だって今まで派閥解消したりとかいろいろ結構やってきたわけですよ。自民党にとってはって思うことをやってきたのも、ちょっとでもとにかく国民の支持を得ると、で解散をしたいって思ったからやってきたんですよ。
なんですけど、ここに来ていよいよ9月が自民党総裁選でそこで変えられちゃう可能性があるんで、いよいよ、この解散権使わなきゃいけないんじゃないかなというタイミングなんですけど、それはいつかっていうことで言うと、この6月までの通常国会、今月までで通常国会終わるんですよ。でそこで政治資金規正法を改正しますというふうに言ってて、今まさに話したように条件決めみたいなのをしてるんですけど、それがこの6月までに終わって、で減税もスタートするじゃないですか。定額減税。定額減税、はい、はいそうです。はい。1人4万円。一人4万円。ご家族4人いらっしゃるんで、そうですね。16万円16万円。減税されるっていうのがスタートするんで、そこを狙ってるということですね。はい、で、岸田内閣の支持率って意外と4月の後半とか、あるいはゴールデンウィーク後、ここ最近ぐらい、5月末ぐらいにかけて、めっちゃ上がってきてるんですよ。信じられないですけど、上がってきてるんですよ。本当に。定額減税のおかげなんですか？定額減税が、さすがですね。そうなんですよ。減税したりとか、給付したりすると、支持率ってめっちゃ上がるんですよ。じゃあもっと上げたいんだ。もっと上げたいんですよ。極論。だから、こういう給付金とかもやる可能性あるんじゃないかなっていうのは、私は思ってるんですけど、なので、この6月のこの解散に向けて結構準備が今進んできているという状態ですと。で最新の支持率はこの JNN に関しては、5月の頭に出したんですけど、30% 近くになっていると。29.8%。で、7% も上がったんですよ。その前の月よりも。で、なんか世論調査の会社によると 16.6% がめっちゃ低い時もあったんで、それからすると倍ぐらいじゃないですか。めっちゃ回復してきてるんですよ。なんでかわからないですけど。なんでめっちゃタイミングいいし、さっきお話ししたように給付金とかあるいはこの減税とかってめっちゃ支持率上がるんですよ。そうですね。めっちゃ上がるんですよ。でどれぐらい上がったかっていうと、安倍内閣この1回目の給付した時って2020年の5月なんですけど、2020年のこのコロナ禍っていうのはやっぱ安倍さんもやっぱ苦しかったですね。あんだけ長期政権で、今思うと安倍内閣でアベノミクスじゃないですけどめっちゃ株価も上がったし、で言われてるんですけど、コロナ禍めっちゃきつくて、実はこの前の4月、給付する前の4月って 20% ぐらいだったんですよ。今の岸田首相ぐらいで 23% だったんですよ。でこれ給付されるじゃないですか。そしたらなんと倍増 38% になったんですよ。絵に描いたように倍増にしたんですよ。でこれ本当なんですよ。なんで岸田さんはそれ狙ってるとに違いないっていうことなんですよ。だから、6月絶対解散する。だってそうじゃなきゃやる意味ないじゃないですか。だって首相変えられちゃうし、派閥にも他の派閥にも嫌われるし、だってね、これ所得税ちょっと3.5 兆円ぐらい多く取れたんで、国民に還元しますっていうのが減税なんですけど、いやいやそんな所得税取れたかもしれないけど他で国債発行しまくってるから、そんな還元とか言ってる場合じゃないでしょっていうのが、本来じゃないですか。でもなんで還元するかっていうと、当然支持率アップを狙っていると。で無理くり財務省をつっついてお願いしてやってもらったのがこの減税とっていうところですと。もちろん財務省って言っても結局自民党がの議員が大臣になるんで、もちろんそうなるんですけど、ということで岸田首相になると。7月とかじゃダメなんだ。7月じゃダメです。国会のこの会期中にやらないとダメなんですよ。知識不足でした。いやいや全然。なんでこの国会の会期ちょっと延長するんじゃないかみたいな、なんかそういったこの怪文書じゃない怪メールみたいのが実は先週ちょっとニュースに出たんですけど、与党内でなんか今この政治資金規正法の改正を公明党の案、つまり国民に近い案で飲んだよっていうのをギリギリで見せて、その期間を延長して会期を延長して、その公明党の案飲みましたみたいに見せて解散するっていう風なシナリオでいこうかみたいのが、与党内でメールが飛び交って、そのメールが出てきたみたいなニュースあったんですけど、これ真意のほどは分かんないですよ。でもそんなのあったぐらいなんで、いずれにしてもここで解散狙ってるっていうのは明らかじゃないかなとちょっと私は思ってると。そう絶対やってくると僕は思ってますと。絶対あるとは言い切れないんですけど、もうないって最近言われ始めてるけど、いやそんなはずないと思うんですよね。だって苦労して自民党の中でいろいろやってきて、やっと首相になって、で最初はコロナもあったりとか、物価高上がって結構苦しいですよ。で何やったとしても結構意外といいことやったとしても絶対矛先はもうその首相に向くんで、国民生活苦しかったら、でその状態なんとか頑張ってやってんのに、はい首相もうやめてくださいって、それなんか
納得いかなくないですか、そうですね。絶対首相でいたいじゃないですか、はい。絶対粘ると思うんですよね、なるほど。はい、と思ってますと。でただ国民は怒ってますと。この超低い支持率なんで解散しても、自民党を大敗して過半数割れしちゃうんじゃないかなと。ってなると自民党公明党で過半数確保できないんで、他の党が加わるしかないと。で他の党どこってなった時に、最近は維新とかもちょっと言われてますけど、ちょっと前までは国民民主党じゃないかなというふうに思ってます。でなんでかっていうと政策協議って言って、この政策どうしますかやりますかどうかっていうのも自民党と一緒に協議してるんですよ。であるいは自民党公明党に合わせて与党入りするっていうこともちょっと裏で協議されたりとか、そういうのもあったんですよ。だから国民民主党が与党入りする可能性があると。でただそうなった場合って自民党がめっちゃ議席減らすわけじゃないですか。他の政党入れないと、政権維持できないってことは、自民党大きく議席減らすってなると自民党のその新しく選ばれる総裁をそのまま首相として推薦するってことができないかもしれないじゃないですか。自民党総裁選っていうのはつまり与党でしかも第一党なんで与党が過半数確保してるんで自民党の総裁がそのまま首相に押されるっていうだけですね。であくまで国会で投票されて、野党と真っ二つになるんですけど結局自民党の総裁が首相になる、こういう仕組みなんですよ。でそれが自民党あまりにも議席減らすんでその代表つまり自民党の党首をその首相に押せないと。なんでそうなると一緒になった国民民主党の党首が押されて首相になるという可能性もあると。でもう一個言うと公明党も、公明党ってご存知の通り組織票に支えられてるっていうか、支持母体がちょっといろいろ国民のなんて言うんでしょうね感覚もあるんで、ちょっとそこを気にしてなかなか公明党が党の代表を首相に押せないっていうそういう背景もあるんで表立ってはですね押せないのもあるんでじゃあその第3党で国民民主党の党首が押されて首相になるっていう可能性もあると。そうすると玉木首相になるわけですね。でここでピンときたと思うんですけど国民民主党っていうのは10万円給付政策もしてますと。なるほど。はい。なんで実現するんじゃないかっていうストーリーなんですけど、で国民民主党はインフレ手当10万に加えて消費税の減税もやったらどうかって話してるんですよ。それも実現したらめっちゃいいじゃないですか。で消費税減税も昨年の11月に参議院に消費税減税法案っていうのを出してて結構本気なんですよ。ただでさえ日本の消費税って世界に比べたら低いと思う。低いんですよ。はい。そんなことが実現できるんですかね。そこなんですよね。むしろ上がっていくんじゃないかというふうに思うんですけど、もちろんどこでお金を取ってどこに還元をするっていうのが、当然その政党とか、いわゆる与党になった政党のこの棒振りだと思うんですね。どこにお金を振り分けてどこから取るかって。でそれが消費税とかみたいなところから取るのか他のとこから取るのかっていうのはいろいろ考え方があると思うんですけど、いずれにしても国民民主党はこの10万円給付と消費税減税を政策の柱にしてるんですよ。はい、なんでもしこの与党になったら実現していくっていうか、実現に向けて少なくとも動くっていう可能性はあるということですね。で今の話なんですけど消費税減税をやってくれっていう声とかコメントとかめちゃくちゃ多いんですよ。でそれはさっきおっしゃったように消費税の負担が大きいと、なんか物を買うことについて毎回必ずかかってくるっていうのとか、それがもしなくなれば、めっちゃ還元されていいですよと経済的影響の持続があるってこととか、その 10% かかんないんだったら消費の刺激になって景気が上向くとか、そういう声も結構ありますということですね。で国民民主党に聞いてみたんですよ。実際に電話してもしこのストーリーありえますよねと、自民党負けて玉木代表首相になるってありえると思うんですよねと、そしたら10万円給付消費税減税やりますかっていうことを聞いてみました。直接聞きました。でこれなんでかっていうと与党になりました、予算に鑑みてやっぱりやりませんとか言われたら困るじゃないですか。なんで選挙前に聞いておきたいんだと。解散そのうちあると思うんですけど、その解散前に聞きたいと思って現地を取るまで言わないですけど一応聞いとこうということで聞いてみましたと。でちゃんとこのストーリーあると思うんですよねと僕はと。なんで党首になったら10万円給付とかあるいは消費税減税ちゃんとやっていきますかって聞いたんですけど、選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性あるけれどもこの柱の政策はぶれないと。ぶれないって言うんですよ。なるほどと、じゃあ信じますよっていうことでちょっとだけ
ね。いや一応やるって言ってるんで、あまあなんかちょっと国民主党といいかなって思いますよね。思いますね。なんでまあそんなような話だったんですけど、全部は選挙にかかってるとあいうのがありますと。で小選挙区制度の闇とまで書いたんですけど、でこれ何かっていうと結局地元推しに入れるっていうのがありますと。これ例えばここだったら千葉4区じゃないですか。で今度新しく14区っていうのができるんですよ。で実は船橋市真っ二つになって真っ二つになるんですよ。なるんですけど、ちょっとそれは置いといて一回この地元推しに入れるっていう闇について話すと、ここって野田さんじゃないですか。野田元総理超人気じゃないですか。でみんな入れて得票率めっちゃ高くて、衆議院選挙だったらもう 99% 野田さんっていうか 100% 野田さんじゃないですか。でこの間の選挙もそうだったんですけど、っていうかもともと駅前とかでいつもビラ配ってるじゃないですか。そうですね。僕もビラもらいに行ったり見たことがある。握手したことも何回もあるんですけど、でさらに選挙の最終日とか例の船橋の北口のロイヤルの交差点あるじゃないですか。あそこで雨降ってもこの雨逆にラッキーだったりすると思うんですけどびしょびしょで傘もささずにこう手を振るわけですよ、車に。野田さんが入れますよね。いや、ずぶ濡れですよね。ずぶ濡れなんですよ。演出としてはさ。演出かどうかわかんないですけど、でも晴れてても雨降っててもまあまあの方はだってもともと立ってますから毎朝。ね。で絶対入れるじゃないですか。はいでここで問題なのは野田さんが自民党だったらどうかっていうとこと自民党で裏金やってたらどうかって話なんですよ。で野田さんがもしパーティー券を売ったら絶対いっぱい買ってもらえるじゃないですか。は人気なんで。いはい。地元でもそうですし企業にも絶対人気あると思うんですね。なんですけどでそうするとキックバックいっぱいもらうじゃないですか、党から。でそうなった場合でもそれ自民党の慣習でやってただけだしな、野田さんが自民党だった場合ですよ、でも野田さんが悪いわけじゃないしな、自民党の慣習で野田さん人気だからいっぱい売れてキックバックいっぱいもらう、野田さんが悪いわけじゃないし、人気だからいっぱい売れるでしょうと、だからキックバックの額も上がるでしょうってなって、もしかしたら今度の衆議院選挙でも野田さんに票入れると思いません？そうですね。入れちゃいますよね。はでそれがこの船橋だから起きるってわけじゃなくて多分全国で起きると思うんですよ。なんでかっていうとこの全国のそれぞれの地域で思い入れのある議員が当選して押されて出てきてるっていうのがこの小選挙区なんで、野田さんだけこの千葉の船橋だけ起きてるってことは多分なくて、多分今回のもし衆議院選挙が勝った場合でもその自民党の議員に結局裏金やつでも入れると思うんですよ、思い入れがあるんで。なんで地元推しに入れちゃってまた当選させてしまうっていうそういう闇がありますと。でその中で言うと与党アドバンテージっていうのもあって、これ何かっていうと地元のこの船橋の小選挙区で当選する議員は自民党とかいわゆる与党の議員であってほしいと思ったりしません？ですよね。ありますよね。でそれ何かっていうとその与党の議員じゃないと地元にとっていい政策してもらえないっていうか、予算取れねえんじゃんって思いますよね。なんでそういう与党アドバンテージもありますと。だから自民党が今回で政権交代しちゃうぐらいまでないとするんであれば自民党の議員に入れちゃうってことです。自然とね。自然と地元にとっていいこと自分にとっていいことしてくれるんじゃないですか。であとは推し政党の候補が地元で立候補してない。例えばこれちょっと最近維新ちょっと失速してますけど、10年ぐらい前って維新めっちゃ人気あったじゃないですか。ありましたよね。でもこの辺では擁立されてなかった、立候補してなかった維新の議員が小選挙区なかったりとかですよね。なんで維新に投票できないですよ。っていう、いわゆる自民党って現職がいるんで、選挙パンってやってもカウンターでやってももうそもそも現職がいるんで、そのまま立候補させられるじゃないですか。なんですけど野党は準備が進まないで全国的にその議員を擁立、つまり立候補公認とかできなくて、全国的に議席伸ばしにくいっていうのがあったりします。であとは野党共闘っていう言葉があるじゃないですか。でこれ分かりやすく言うと自民党じゃないとするならば野党いくつかの党で協議したもうこの候補っていうのに絞って立候補させるからそいつに目つぶって入れてねっていう政策じゃないですか。ありえなくないですか？だって政策とかその人の言ってることに納得して投票するじゃないですか。野党
共闘ってありえなくないですか。自民党じゃないと思うんだったらはこの人に入れてよってそもそも論理破綻してるじゃないですか。なんで、ちょっとあんまり良くないと、これ野党が反省しなきゃいけないところなんですけど、でもただこの間の春の補選ってあったじゃないですか。補欠選挙、いはい衆議院の補欠選挙でもなんか野党共闘に近いような動きをして、当選してきたような選挙区もあるんで、これが完全に悪いってわけじゃないんですけど、全国的にこうバーッと議席を伸ばすためにはちょっとあまり良くない政策だよっていうのがあったりしますと。じゃあなんかないかってことで比例で必ずどっかの政党に入れるっていうのがありますと。これ例えばですよ、この、小選挙区がじゃあ野田さんだと思うじゃないですか、この船橋でいうと。でも立憲民主党じゃないっていうことを思ったとしても、必ずどっかの党には入れると。白票にしないと。白票にしたらなんか何でしょう、自民党とか自民党以外の政党を当選させるところに力が加わらないんで、とにかく自民党をもし負けさせたいと思うんであれば自民党以外の政党に必ず入れると。白票にはしないというのはポイントになってきますと。さあそこまでいったところでですね、衆議院の予想したんですよ。衆議院の議席今回どうなるかっていう予想したら、これなんと週刊文春の議席の予想と全く一致したと。それ立てた予想と全く一致したんですよ。週刊文春のこれですね、この週刊文春のこの号だっけかな、この前だっけかな、これだ、週刊文春のこの号ですね。この号の最初の特集で見ていただきたいんですけど、はい、議席減が全く一致していると。これか。そうです。これたまたま偶然なんですけど、どうだから週刊文春と同じでたまたまです。でしかも僕前から言ってます。動画見てアーカイブ見てもらったら、マジで言ってます。それは本当です。素晴らしいです。たまたまですけどでも一個ポイントがあって、ちょっと公明党もうちょっと負けるっていう予想を立ててるんですよ、週刊文春は。見ていただくと、なんですけど、一応僕の中で立てた予想だと、裏金議員はめっちゃ負けるけど公明党は意外と確保していくんじゃないかなと。であとはその自民党のその他の選挙区はさっきの地元推しっていうプランでいって、2割ぐらいの負けだろうと。で公明党でだってその支持母体があるじゃないですか。だからそこが意外と今回って割れるじゃないですか多分。自民党以外にもバッて票が流れるってことは荒れるんで、ってなるとこの支持母体がある公明党意外と強いっていう予想です僕は。でも一応83議席ぐらい減って、衆議院って定数465なんですよ。でそのうち209確保なんですけど、ただ過半数は233なんで過半数割れという感じになるというのを予想してますと。さあそうなるとこの国民民主党ですよね。そうですね。第3党になる国民民主党どれぐらい取るのってことなんですけど、聞いてみたところ今現職7名なんですよ。で国民民主党の本部にまた聞きましたともしもしまた電話したら、今ホームページに20何名載ってるんですよ。で合わせて30名ぐらいですかって聞いたら、いやそれ以外にももっと立候補させるんで、40名ぐらい40名大きく超えるぐらい立候補させますとっていうことだったんで、じゃあなんか国民民主党って最近人気もあるし、前回で21名中11名当選してるんですよ。なんで意外と当選率も高いし、ということでもしかしたら30名ぐらい当選してくる可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でそうするとこの自民党公明党と一緒になって過半数確保できるんで233確保できるんで、この10万円給付とか消費税やるんじゃないかっていうストーリーです。なるほど。ありえますよね。ありえますね。全然ありえると思ったんですけど、でやっぱり負けるは負けると思うんですよ、自民党公明党で。なんですけど言うほど大敗しないで、このやっぱ闇とかあるんで、そこまで大敗しないで、だって最近ちょっと支持率も上がってるし、なんてある程度確保してきて、国民民主党とかなんかあるいは他の党とか加わって実現していくと。で国民民主党がもし一緒になれば10万円給付消費税減税とかやるぞっていう、そういうことなんですよ。で今岸田首相はいろいろ甘い処分をやってて、例えば自分の政治資金パーティーも実は疑惑がぶち上がったんですよ。なんか最近見ましたね。見ました。
でそれがなんか告発されたりとかですよ、有名な大学教授訴えまくる人いるじゃないですか。政治家訴えまくる人なんかいるんですよ、政治家いろんななんか領収書とかいろんなことこちこちやるんでしょうね。でいやいるんですよ。でその人が今回いろんなこと言ったんでいろんなこと分かってきた。裏金もそうだし、はい、でその岸田首相についても告発してるんですけど、広島地検岸田首相の地元って広島なんで、広島地検はこれ、告発受理してるかどうかっていうのは明らかにしてないんですけど、いずれにしても疑惑はぶち上がってるし、さらに裏金議員半分ぐらいしか処分しなかったじゃないですか。これでめっちゃ非難浴びてるし、自分は処分の対象外って言ってるんで、いやいやお前も処分されるよっていうふうに、世論調査とかでは出てきたんですよ。61%。岸田首相も処分受けるべきだっていう。なるほど。これ、話戻しちゃうと全然いいですよ。その自民党議席83はい減っても、なんだかんだ177ですか、あるじゃないですか。でそこで岸田さんが首相を降ろされるってことはあるんですか？あり得ると思いますね。そんだけの議席がこんだけ減ったらさすがにいやいや責任取れよってなりますよね。なるほど。なりません？これで83議席減らったって自民党公明党で292議席ってもう300議席ぐらいあるのに、200議席ぐらいになっちゃうんですよね。それはお前変われよってなるじゃないですか。はい。変えられると思います。そうなったら。で今おっしゃったように自民党公明党が、まだ与党でいうと第3党を加えたぐらい、国民民主党を加えたぐらいで、なんとか与党でいって政策実現するっていうパターンと、もう一個パターンがあるんですよ。それが今からお話しするところなんですけど、あります。自民党めっちゃ大敗するっていうプランもあります。で自民党めっちゃ大敗するプランって、これひっくり返してよかったです。さっき見ていただいた週刊文春あるじゃないですか。週刊文春にも書いてあるんですけど、もうそれ何かっていうと、もうちょい右か。よし。こんなもんですね。もう6月解散するんですけど、自民党大敗してもう政権交代されちゃう、そういうパターンあるんじゃないかな、っていうかむしろそっちの方が給付金の給付が早まるんじゃないかなっていう、そういう説です。でもう一回そのできた雑誌見てほしいんですけど、文春の報道で、自民党が野党になる前提で今考えられるようになってるんですよ。もう自民党野党になるぞっていうふうにみんな言ってるんですよ。で野党同士とかで牽制とか、維新と立憲民主とかも牽制しちゃっちゃったんですよ。もう主導権握りたいから、野党が連立政権、大連立政権を組むっていう、そういうふうなもう話でも結構進んでるんですよ。で野党もあんまり自民党国会で詰めすぎないとかっていうのが起きてるんですよ。わかります？ブーメランでその後政権握ったらめっちゃ言われるからあんまり詰めとかないっていう、そういうのが起きたりとかしてるんですよ。だからその文春の報道後めっちゃ変わるっていうふうに自民党が野党になるという前提で今考えられてます。でなんでこんな急に変わるのっていう話なんですよ。それはここなんですけど、インターネット普及したってで、要は受け手と発信する人の問題があるじゃないですか。で受け手って我々はスマホ昔から持ってるし YouTube も見るじゃないですか。でも選挙によく行く人ってじいちゃんばあちゃんだったりするじゃないですか。でそのじいちゃんばあちゃんにもスマホが行き渡ったっていうのここ 2,3 年とかだったりしません？意外と。で僕もこの間実家行ったんですけど、そうすると、1年か2年ぐらい前からお父さんお母さんがスマホ持つようになったと。そうですよね。でこの間帰ったら、YouTube 見てましたと。だからじいさんばあさんも YouTube 見るようになったんですよ。でそれがやっぱでかい。で政治家みんな情報発信してるじゃないですか。なんで受け手が、要はもう国民総スマホ化が進んだというのが1個ですね。でもう1個はこの発信する側ですね。政治家がめっちゃ YouTube で発信するようになったっていう。そうなんですね。そう思いません？いや見てないですね。ちょっと前だったら発信する人限られてたじゃないですか。NHK 党の立花党首とか
ぶっ壊すの人がめっちゃ発信してたじゃないですか。走りですよね。であと山本太郎とか、はい、めっちゃでガーシー議員とか当選したじゃないですか。であんな YouTube で当選したようなもんじゃないですか。確かに。なんかお前ら全員なんかそう言われてみればそうですね。そうですよね。裏回し全部バラすぞみたいな言って、はい。でそれで当選しちゃうんですよ。でそういう YouTube は恐ろしいんですけど、でもみんなそれで影響あると。つまり受け手もそうやってこう YouTube とか見たりとかするので、YouTube 使って発信することでめっちゃ情報を伝えるんだなっていうことが政治家も分かって、今政治家発信してない人の方が少ないぐらいになってるんですよ。なんで1回の選挙で負けると。だってこれさっきの話で言うと300議席ぐらいまだ持ってるわけですよ。でそれが200議席になっちゃうってかなり急激ですよね。今までだとなかなか変わんないですよね。新聞とかで、新聞とかテレビのニュースでゆっくり伝わっていくって感じだと、なかなか急に変わることないし、やっぱりちょっと与党に寄った報道って言ったらちょっとあれですかね、分かんないですけど、それ分かんないですよ、分かんないですけど、ちょっと恣意的なものもあったりとかして意外と1回じゃ変わらないっていうのもあったかもしれないけど、ちゃんと一発でもう常にこの何て言うんでしょう、その国民に伝わるようになってるんで、国民総スマホ化が進んだんでガンガン伝わるようになってるんで、1回の選挙でもがっつり変わるということですね。裏金やってます自民党ってなったらもう一気に変わるということですね。はい、でまさに週刊文春が近い未来の現実を見せたってことで、ちょっともう一回見てほしいんですけど、文春めっちゃ緻密に予想を立ててるんですよ。そうです。でこれね、全選挙区の予想を出してると。すごいですね。すごいんですよ。一個一個細かくめっちゃやってて、でさらに激戦区103の激戦区を現地取材行ってるんですよ。現地の有力候補の講演会の取材とかしてるんですよ。すごくないですか？はい、安定とかいろいろ書いてある。そうなんですよ、そうなんですよ。めっちゃ細かくやってて、しかもなんか今までの選挙の結果とか今の政党支持率とかだけじゃなくて、一個一個表読みしてるんですよ。競馬みたいになってますけど。いやもうそうなんですよ。良好だ。そうなんですよ。でその予想を立てるのに現地取材までやってるんで、これ以上無理なんですよ、緻密にやるのは。でもともとなんかこの選挙も近くなかったっていうのもあるんですけど、週刊誌とかあるいはタブロイド紙、なんか夕刊フジとかじゃないですか、ああいうところでちょっとざっくりと予想されてるぐらいだったんですけど、いよいよこの春になって、選挙近づいてきたんでがっつり緻密に出たと。週刊文春ももちろん週刊誌なんですけど、がっつり細かく出てきたと。でその結果自民党大敗しますよっていうことを予想してると。どんぐらい大敗するのって、自民党が過半数割れ、自民党公明党で過半数割れしちゃって、野党の大連立政権も可能になるっていうぐらいの予想を立てたと。なんでこの自民党が野党になる前提で考えるようになった。そうだってめっちゃ緻密に立ててますよね。そういうことなんですよ。でその後に出た週刊文春も、ごめんなさい、週刊現代、週刊現代ですね。この号ですね。この号です。これで同じように選挙の予想を出してるんですけど、このそれ22日なんです。4月22日なんですけど、追撃法で、違うブランドの雑誌ですけど、同じく細かく出して同じレベルの大敗予想してるんですと。なんでいやもうこれ自民党大敗するってみんな持ってるってことですね。っていう状態です。でこれ1個疑問があって、大連立政権だったら10万円給付とかやりづらくないですかっていうのありません？党が増えちゃうから調整しづらいんじゃ。だから自民党公明党に国民民主党が入ってって実現するのはなんか意外とちょっと調整簡単そうだけど、大連立になったらみんななんかああでもないこうでもないってなって調整難しいんじゃないかみたいな。大連立になったら、はい、その話なしねみたいなこともやっぱあるんですか？なしってことはないですけど、なんかその調整難しくないですか？難しそうですけど、でも言ってますからね。言ってますよね。でただこれ仮に10万円給付じゃなかったとしても、給付金は絶対あると思ってますと。でなんでかっていうと、野党ってめっちゃ還元する、つまり給付金とか減税とかをめっちゃ言ってるんですよ、どの党も。例えば国民民主党さっき10万円給付って言ったじゃないですか、あとは消費税減税とかも言ってますと。であるいはれいわ新選組はさっき言ったように春夏秋冬10万円ずつ40万円給付するってことを言ってますと。その財源もあるって言ってますね。あとは
日本維新の会、維新ですねとかはベーシックインカム、ちょっとこれ後で説明しますけど、はい、毎月6万とか10万とか給付しますって言ってるんですよ。で立憲民主党も1世帯に対して 3万円給付しますって言ってるんです。だから要は野党はもう総じて、国民に対して還元するっていうか給付金とかっていうことをみんな言ってるんで、おそらく野党になった方がこの10万円給付とかっていうのは実現するんじゃないかなっていうふうに思ってます。より給付金の給付が早まるんじゃないか。だって自民党公明党はあくまで言ってないんで、そうですね、そこに、はい、そうするとじゃあ自民公明はそのどれと連立を組むか、そこなんですよ。はい、で、ですよね、今んとこは国民民主党だと言われてたじゃないですか。はい、ここに来て、これごめんなさい、仕込みじゃないです。本当に今いい質問で、この国民民主党以外に令和が組むんじゃ、令和じゃないや、維新が組むんじゃないかって言われ始めてるんですよ。だって維新だったら結構大変なことになります。結構大変になりますよね。大変っていうか僕らにとっては、いいですけど還元されるんですけど、ベーシックインカム、えぐいですよねと。えぐい。はい。これ繰り返しですけど、これ仕込みじゃないですと。ずっと仕込みじゃないですよ。ずっと仕込みじゃないんだけど、マジでいい質問です。ありがとうございます。ベーシックインカムと。全国民に毎月10万円給付ベーシックインカムいつからっていう話があって、これちょっと他の動画でも撮らせていただいたんですけど、まずベーシックインカムって何っていう。全然わかんないです。わかんない人多いと思うんで、ちょっとお話ししますと。で意外と結構いろんな党行ってて、国民民主党もちょっと行ったりとか、意外とちょこちょこ行ったりはしてるんですけど、党の政策の柱にしてる党は日本維新の会ですと。でこれは例えば、日本維新の会が言ってる内容については所得制限なく、性別ももちろん年齢も関係なく、とにかく0歳児でもおじいちゃんおばあちゃんでも、一律で全国民一定額定期的に毎月給付しますと、継続して給付しますと。でそれどれぐらいかっていうと、国民1人当たり毎月6万から10万出すと。だから年間120万ですよね。で年間120万っていうと年間150兆円なんで、すごい財源必要なんですけど、いやいやこんな無理だよって思うかもしれないですけど、一応ちょっと裏があって、裏っていうのは年金あるじゃないですか。国民年金今払ってるその国民年金がずっと65歳まで払うと、老齢基礎年金って言って毎月例えば6万とか7万とか分かんないですけど、最低でも2万円なんですかね、分かんないですけど、絶対払われるのあるじゃないですか。そこと一体化しますということを言ってるんですよ。だから老齢基礎年金はなくしますと、その代わりベーシックインカムっていうことで毎月6万から10万給付しますとっていうふうに言ってるんです。そうすると例えば格差がなくなったりとかっていうのがあるので、ぜひやっていきたいですってことで、維新の会は言ってるんです。これの良し悪しはいろいろあるとしても一旦置いといて、とにかくベーシックインカムとしてはこういうような制度が、日本維新の会としては考えてるということなんですね。じゃあそれ実現するんですかってさっきの話なんですけど、最近その政治資金規正法の改定をする、この国会でするっていうふうに自民党言ってるんですけど、その自民党公明党の案になかなか野党とかが合意してなかったんですけど、今回なんと維新も合意しちゃったんですよ。おほほじゃないですか。でなんでかっていうと、野党としては自民党の出したのとか全然納得しないで、例えば政策活動費は廃止とか、あるいは企業献金も廃止とか、あるいは連座制って言って今まで裏金やったりとか不明瞭な会計処理があっても、それやったのは私の事務所の会計担当ですと。だから会計担当が処分されて、その議員は処分されない。もうそれがずっとあったんですよ。だから議員全く処分されないみたいな。実質はその議員が絶対言ったに決まってるし、裏金あれしてるに決まってるんですけど、それについては罰されないっていう、そういうふうな使途不明の金がいっぱいあったりとかしたのを、それを直しましょうっていうのが今回の政治資金規正法の改正なんですけど、自民党が出してきた案っていうのはちょっとぬるいんですよ。なんですけど、それについて維新も合意しちゃったっていう。そうなんですよ。歩み寄ってるんですよ。政治理念とかないんですかっていう、今までめっちゃ言ってたのに急にコロってひっくり返したんですよ。でこれ背景があって、実は維新最近ちょっと調子悪いんですよ。確かに勢いないかも。勢いないですよね。でなんで勢いないかっていうと、所属してる議員が不祥事やっちゃったりとか結構して、それもあったのと、あとは大阪万博の建設費とかって大
大阪万博って今度あるの知ってます？はい、でそれが建設費めっちゃ増えてるんですよ。当初立てた予定よりもめっちゃ増えてるんですよ。でこの建設費って大阪で負担してるんじゃないですよ。負担してるんですけど、大阪府、大阪市、あとは企業連盟みたいなのがあるんですけど、それに加えて国、この3社で出してるんですよ。で国って何かというと我々の税金から出てるんですよ。だから大阪万博でもともと低い値段でやるって決まっておきながら、その後ちょっと増えました、1000億増えましたってなったら、我々が国民1000円ずつ負担してるんですよ。1000億だとしたらっていうことになってるんですよ。だからいやいやふざけんなもうやめろよっていう風な話になってるんですけど、その大阪の市長も大阪府知事ですかね、もうとにかく維新の議員なんで強行するじゃないですか。なんでふざけんなってなってるんですよ。なんで支持率下がってるんですよ。不祥事もあるし大阪万博のこともあるんでふざけんなと、国民のこと考えろってことで支持率下がってるんで、今回のその実は文春の記事とかあるいは週刊現代の記事見てもらうと、維新は伸び悩みってなってるはずなんですよ。でなんで伸び悩むかっていうとこういう背景があるんですよ。はい、なんで維新としては存在感を出していくためにはこの普通に選挙したんではあんまり議席伸びないで野党大連立になっても多分埋もれちゃうんですよ。だったらよし自民党にすり寄ろうと。そしたら自民党にすり寄ったら50議席とか分かんないですが、それぐらいは多分確保するんで、今40議席なんですよ。で50議席ぐらいちょっと増えたとするじゃないですか。で自民党公明党と一緒になれば与党になれるじゃないですか。なんでそこを狙ってるんですよ、はっきり言って。なんで自民党公明党に寄り添ったと。維新お前もかっていう感じで今みんな思ってると思うんですけど、でもしそうなった場合、この逆にベーシックインカムやる可能性あるじゃないですか。そうですね。そうです。自民党公明党が出してきた予算案、例えば全体的な予算案に賛成する代わりに僕たちが考えている政策やってねと、ベーシックインカムというのが実現する可能性があると。でまた本部に電話して聞きました。本部に電話して聞くの好きなんですね僕で電話して聞いてみたんですよ。したら、これまさに昨日ですかね、3日なんで昨日ですね、聞いたんですけど、日本維新の会本部大阪ですねに電話して聞いてみたところ、仮に与党入りした場合、この自民党公明党と一緒になってですね、与党入りした場合でもきっちりと協議していくと。つまり与党入りしたからってベーシックインカム引っ込めませんよと、ちゃんと協議していきますとっていうふうなお話でしたと。なるほどと、選挙前に聞きましたよってことで、このベーシックインカムが実現する可能性もあると。だからさっきのプランだと国民民主党と一緒になって10万円給付やると。でこの日本維新の会が一緒にな与党になった場合はベーシックインカムを実現するという方に動くと。どっちでも美味しいなと。金額はどうあれ、金額はどうあれ、もしかしたらそうですね、うん、この120万っていうところにちょっと見直す可能性もあるっていうふうには言ってるんですよ。なんでかっていうと、この、実行する、開始の時期とか、あるいは額、あるいは対象のその人、どういう人にするか、国民全員じゃなくて、もしかしたらその、なんか制限設けたりとか段階踏んで導入していくっていうことを検討してますというふうには言ってるんですけど、いずれにしてもホームページにはまだこの内容書いてあるんですよ。じゃあ公約を守ってほしいですよね。公約守ってほしいですね。そうなってほしい。はい。なんですけど、ちゃんと協議していくっていう話なんで、可能性はあると。で何でもこのさっきの給付金とか、あるいはこのベーシックインカムもそうですけど、とにかく閣議決定する、与党になってその閣議決定していくと具体化するっていうのがあるんで、そのまた情報があったらまたお話しさせていただきますというところです。で繰り返しなんですけど、6月の解散、もう私は絶対あると思ってます。今月会期末絶対あると思ってます。なんでかっていうと、とにかく自民党総裁選にそのまま行ったんでは岸田さんは負けちゃうからです。絶対に解散すると僕は思ってます。絶対そのままに解散して首相で居続けたい、思ってるに違いないです。もうあんなに苦労しなったんで、首相になったんで絶対解散すると思います。でその理由としては減税スタートするし、政治資金規正法の改正もやるし、絶対解散しませんとは言ってないわけですよ。はい、今は考えてないっていつも答えるんですけど、言ってないし、あとはなんかいろんなちょっと情報を出してきてるんです。中小企業もベア 63%、3分の2の中小企業
ベースアップしましたよってことを出したりとか、あるいはなんか物価の状況で来年も今減税4万円やってるじゃないですか、それもやっていくってことをなんか自民党の幹部が言ったりとかで、なんで今言うのって話ですね。まだ1回目も始まったばっかりなのに、そう選挙があるからですね先に言っておくと。あとこのベア 63% っていうのもはっきり言ってなんか店ニュースみたいなもんで、見せかけのニュースみたいなもんで、これだって当たり前の話ですよね。物価あんなに上がってんのにベアなかったら死んじゃうじゃないですか。だからベア決まってるんですよ。物価死ぬほど上がってるからベア 63%、 そりゃそうだろうなと、っていうかそもそも給料が上がっていかない経済どうなのかっていう話もありますし、なんですけど、いずれにしてもこういうニュースを出してきてるのも、わざわざ国民にアナウンスしてきてるのも解散狙ってるからに違いないっていうふうに私は思ってますというところですね。これが一通りのパターンで、要は一つ目は、解散して自民党が過半数割るけど国民民主党が入って10万円給付実現していく、あるいは与党が大連立政権組んで給付金実現していくっていうパターン。与党はもともと給付金について、政策の柱にしている政党も多いんで、3つ目としては維新の会が与党入りするっていうパターンですね。どのパターンも意外とそれぞれありえるんじゃないかなっていう、そうですね、結構これもあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。どこがね、そうです、大連立になるかってですね、すごい興味深いですね。興味深いです。でもただ自民党はどうやら大敗しそうだと、そうですね、どのプランもなんですけど、でこのまま解散しないと、野党の準備って一番はとにかく立候補者擁立がどんどん進むんで、進めば進むほど自民党が大敗する可能性が上がるんで、やっぱりこの岸田さんの理由だけじゃなくて自民党にとっても今解散しないと野党の準備がもっと進むっていうこともあるし、あるいはそのタイミングってどこにあるのって話なんですよ。せいぜい減税スタートする今だよね、せいぜい政治資金規正法改正する今だよねっていうとこなんで、でこのベア何%か、物価上がりまくってるんでちょっと給料も上がったようにやっぱ見えるわけですよ。なんで、このタイミングがいいんじゃないかなと。裏を返すと実質賃金っていうのは物価の上昇に比べてどれぐらい給料上がってますかって実質なんで、だから物価 20% 上がってるのに給料 10% 上がってます。いやいや実質下がってるのと一緒じゃないですか。でいうと今前年比マイナス 25%、で24ヶ月連続でマイナスなんですよ。つまり2年間ずっと給料下がってるんですよ。なるほど。なんで本当は上がってないんですけど、でも一応ベア 63% とか出してきてると、それはもちろん選挙を迎えるんで情報操作しておきたいとに違いないというふうに思ってますと。ある程度3パターンあるんじゃないかなと思ってますけど、そうですね、なんか興味深いところありましたか？いやもうなんだろう、もうやっぱ僕は政党ですね。政党、どうなるのかな。それぞれの政党がどんなような政策出してくるかと。なるほど。確かに選挙を迎えるとちょっとなんかブラッシュアップっていうかちょっと方向変えてきたりみんなするんで、その辺が気になるのと、あとなんか選挙に向けてマニフェストみたいなの出すじゃないですか、そこでまた確認したいと思ってますそうですね、やるんですねと。どこまで実現できるのかが、ね、実現ってなかなかあれですけどね、少なくともちょっと今回は自民党がなんて言うんでしょう、過半数割りそうなんで、なんでもしかしたらそういうなんて言うんでしょう、それぞれの野党が言ってる政策って実現の可能性も近づいてきたんじゃないかなというふうに思います。なんでちょっと慎重にみんな出すようになってるんですよ。だからブラッシュアップするとか言ってるわけじゃないですか。それは実現が近づいてる証拠だと思うんで、結構ここで出してくる政策っていうのは見どころじゃないかなっていうふうに思ってますと。またそれについても情報動画でお話しさせていただきます。選挙にすごい興味湧きました。ありがとうございます。ありがとう別にあれなんですけどただなんか給付金が給付されるかどうかっていうのは、どの政党を選ぶかっていうことについて本当かかってるんで、その辺は結構注意して見ていくっていうのが必要かもしれないですね。どの政党に入れるとかっていう、というわけで今日は、一緒にお話しさせていただきましたけども、面白かったです。ありがとうございます。またこういう形でちょっと分かりやすくお話できたんじゃないかなというふうに思います。また給付金に関して新しい情報が出ましたらお話しさせていただきたいと思いますので、新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思いますっていうのと、あともう一個は
本当にこの給付金の動画って本当にたくさんの人見ていただいてて、めっちゃ再生数も多いんで、多分政治家の方も結構ご覧になっていただいてることが多いと。緊張しますね。いやいやなんですけど、でも多分見ていただいてるんで、コメントで、ぜひ賛成反対の一言でもいいんで、入れていただければと思います。もう絶対政治家見てると思うんで、あれの声を少しでもなんか届けたいなというふうに思ってますと。じゃあすみません、お付き合いいただきまして。ありがとうございました。見ていただいている方も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。